皆様こんにちは、セリナです。今回は実際に使ってよかった2026年上半期マイベストコスメをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティスト、メイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今年の上半期は各ブランドからたくさんのファンデーションが登場したり、リップも様々な質感や種類が登場してかなり盛りだくさんでしたよね。今回は実際に使い続けてみて特にお気に入りになったマイベストコスメをメイクしながらご紹介していきます。ぜひ皆様の上半期マイベストコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。メンバーシップ限定動画ではメイクの基本やなりたいイメージに近づけられるようなアイテムの組み合わせ方の方法など深掘りした内容をご紹介していきます。気になった方はぜひ詳細動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。それではベースメイクから順にご紹介していきたいと思います。まずは化粧下地です。こちら、ジバンシープリズムリーベルケア&カラーセラムプライマーのピンクです。ジバンシーのセラムプライマーは今年発売されたデパコスの中でも特に注目度が高かったですよね。肌悩みに合わせて選べる3色のカラー補正はもちろん、カラーごとに配合されているスキンケア効果が異なるというところも話題のポイントだったかなと思います。私はグリーンとピンクを使用することがとても多いですが、特にピンクは自然に肌トーンを整えながらふわっと柔らかい印象に見せてくれるところがすごく綺麗でお気に入りです。テクスチャーは適度なみずみずしさがある滑らかなタイプで伸びが良く自然に肌にツヤを与えてくれます。今年は新作ファンデーションもかなりたくさん発売されましたが、どんなファンデーションとも組み合わせやすいファンデーションを塗りやすいベースを作ってくれる下地というところもお気に入りのポイントです。では実際に肌の上にのせてみたいと思います。まず顔の中心に置いて外側に向かって伸ばしていきます。こんな感じで水分たっぷりの乳液のようなテクスチャーで乾燥が気になる時にも伸ばしやすく、伸ばしきると適度な保湿感でベタつきは残らないので肌タイプや季節問わずに使えます。はい、こちら側半分に塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、頬のあたりに滑らかで綺麗なツヤが出ているのと、ふわっと柔らかく肌を明るく見せてくれるようなピンクカラーがついているのがわかりやすいと思います。カラーコントロールと自然なツヤが出ているのにプラスして、乳液のようなテクスチャーで自然に毛穴や凹凸を滑らかに整えてくれる効果もあります。自然な色補正と自然な毛穴補正、そして自然なツヤ感と、どんな時にもどんな肌タイプの方にも使いやすい下地の機能が詰まっているなと思います。カラーコントロールアイテムを取り入れてみたいけれど使うのが難しそうと感じている方にもおすすめです。続いてはファンデーションです。こちら、フラランスダブルセーラムファンデーション。使用カラーは L4N です。上半期はデパコスのファンデーションの中でもかなりのロングセラーのエスティローダーの初のリニューアルや人気のディオールもリニューアル。そして今っぽいセミマット肌に仕上げてくれるアディクションなど優秀なアイテムがたくさん登場しましたよね。その中でも特にお気に入りの私のマイベストファンデーションはこちらのクラランスで、美容液とファンデーションの2層式になっていて、この2つを混ぜ合わせて使うことで滑らかに伸び広がってどんな肌状態の時にも塗りやすくなるのと、保湿感やカバー力があってツヤ仕上がりなのに汗や皮脂崩れにかなり強いところが特にお気に入りになったポイントです。クラランスは今まで試してきたファンデーションの中でも上位に入るほどの仕上がりも機能性もとても優秀なアイテムだなと思っています。プッシュするとこんな感じでファンデーションと美容液が2対1の割合で出てくるので、顔に塗る前に必ず指でファンデーションと美容液をしっかり混ぜ合わせて、頬の高い位置から置いて塗っていきます。美容液と混ぜ合わせているので、こんな感じでかなり滑らかに伸び広がってくれます。ベースのファンデーション自体は結構カバー力が高いタイプなので、一塗りでもこんな感じで
塗りやすいのにしっかりしたカバー力も持ち合わせてくれるところがこのファンデーションのいいところです。ファンデーションと同時に美容液を塗っているので肌全体はしっとりと潤っている感じがしますが、肌への密着力も高いので表面にベタつきが残らないところも嬉しいポイントです。はい、こちら側半分に塗ってみました。下地のみの方と比較をすると、しっかり肌全体の赤みや色ムラがカバーされていますが、厚塗り感は出ていなくて、下地のツヤにプラスして、さらにこんな感じの滑らかな発光するようなツヤ感がプラスされたのがわかりやすいと思います。そしてこちらのファンデーションは、特に明るめのカラーを選ばなくても、ほんのり白っぽく発光するようなツヤ感がプラスされるので、肌の色は大きく変えたくないけれど、自然に明るい印象をプラスしたいという方にもすごく使いやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。赤みや色ムラをしっかりカバーしているのはもちろん、美容液で毛穴や凹凸をふっくらさせた上に、ファンデーションでさらに毛穴や凹凸を埋めるようにカバーしてくれるので、塗りやすいのに凹凸補正も叶えてくれます。ファンデーションにはある程度のカバー力を求めている、ツヤ仕上がりのものが好き、肌タイプや肌状態問わず塗りやすいファンデーションを探しているという方にはすごくおすすめです。続いてはベースメイク最後のアイテム、フェイスパウダーです。こちら、アルビオンファインシルキークォーツ BU03 です。上半期のパウダーは6月に発売されたばかりのゲランのプレストやエレガンスの新色など、比較的カバー力が高く毛穴補正力がとても強いものが特に人気な印象ですが、個人的によく手が伸びたのはアルビオンで、かなり微粒子でしっとり柔らかなパウダーで肌に溶け込むように馴染んでくれるので、どんなベースメイクとも相性が良く使いやすいところがお気に入りのポイントです。ブルーのカラーがついていますが、血色感が奪われすぎることがなくて、自然に透明感をプラスしてくれるところも使いやすいです。付属のパフで塗っても粉っぽくならずに綺麗に仕上がりますが、このパウダーの粒子のかなり細かいところを活かすように、こういった大きめのフェイスパウダーブラシで使うことが多いです。まずフェイスラインから置くように乗せたら、くるくると優しく磨いていきます。こんな感じで結構たっぷりの量をつけていますが、全然粉っぽくなっていなくて、トーンアップ感もすごく自然ですよね。ファンデーションの仕上がりを邪魔せずに綺麗に肌を整えたい時に大活躍してくれます。はい、こちら側半分に塗ってみました。パウダーなしの方と比較をしても、きちんとファンデーションと下地で作ったツヤ感は残してくれていますが、余分な油分は抑えられていて、すっきりとした滑らかな補正感がプラスされたのがわかりやすいと思います。近くで見ても粉っぽさや厚みが出ていなくて、自然に肌に溶け込みながらも、毛穴や凹凸はナチュラルにカモフラージュしてくれます。自然なカラー補正はありつつ、たっぷり塗っても肌が白く浮かないところも使いやすくてお気に入りなポイントです。はい、こんな感じでベースメイクが完成したので、続いてはポイントメイクに移っていきたいと思います。まずはアイシャドウです。こちら、スックモノルックアイズ E ウルワーカとルナソルアイカラーレーション N ピーチフュージョンです。普段はベージュやブラウンなどベーシックなカラーと大粒のラメが入っているアイシャドウが特に好きですが、今季はルナソルのじゅわっとした血色感のあるピーチカラーに、さらにスックの単色シャドウで血色感と大人っぽさをプラスして組み合わせて使うのにとてもハマっていました。ルナソルのピーチカラーは黄身に寄りすぎていなくて、じゅわっとした質感と可愛らしさは残しつつ、幼い印象になりすぎないところがすごく絶妙でお気に入りです。スックは程よい赤みを添えてくれて、目元におしゃれなニュアンスと大人っぽさをプラスしたい時に使いやすいです。まずはスックのモノルックアイズを上まぶたのアイホール全体に入れていきます。ジェル質感でまぶたにピタッと密着しながら、濡れたようなツヤとたっぷりのパールのきらめきを同時に楽しめます。このカラー単色塗りでももちろんですが、仕込みに使ったり組み合わせると一気に今っぽいニュアンスが出ておすすめです。続いてルナソルの左下のカラーを指に取って、さらに上に重ねていきます。このカラー単色でもとても可愛らしいですが、ベースにスックを仕込んでおくことでこんな感じで自然に深みとツヤ感が増していきます。この2色の相性かなり良くておすすめです。続いて右下のカラーを指に取って、
上まぶたの目尻側半分にのせていきます。締め色なしのパレットですが、近いカラーのグラデーションでメリハリを作っていくようなイメージで使うと、このアイシャドウの良さが引き立ちます。付属のチップの細い面にも取って、下まぶた全体にものせていきます。少し落ち着き感のある大人っぽいピーチがすごく絶妙です。最後、左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲に伸ばしていきます。少し感触の要素も感じられるようなラメなので、自然に透明感をプラスしてくれます。はい、こんな感じでアイメイクが完成しました。じわっとしたピーチカラーにさらに大人っぽい赤みをプラスすることで、柔らかさの中に自然に深みを出すことができます。質感の異なるアイシャドウを組み合わせることで、立体的なツヤや輝きも楽しめてお気に入りです。オレンジやピーチニュアンスのアイシャドウを大人っぽく使いたいときにとてもおすすめなカラーです。続いてはチークです。こちら、プラダビューティープラダタッチ P75 チューリップのカラーです。上半期はプラダタッチやスークのリキッドなどパウダー以外のテクスチャーのチークが特に人気だったように感じます。動画ではまだご紹介できていませんでしたが、私が特にお気に入りなのはプラダタッチで、クリームからパウダーに変化するタイプのチークの中で、ちゃんとふんわりぼかしたような柔らかい質感になるのに、しっとり感を保ってくれる質感がものすごく優秀だなと感じています。ぼかしやすいので、簡単に理想の位置に入れることができるのもお気に入りのポイントです。まず指に取ったら、顔の中心から外側に向かって軽くスライドしながらタップして乗せていくと、ふんわり柔らかいパウダー質感に変化します。カラーも質感も可愛らしいアイテムなので、基本の位置よりも少し上目に入れて、広範囲にぼかすのがお気に入りです。簡単に綺麗なグラデーションになってくれます。はい、こんな感じで両方の頬に塗ってみました。クリームからパウダーに変化するので、表面はベタつきなくサラサラしていますが、ふんわり感と同時に湿度を感じるようなじゅわっとしたニュアンスも叶えてくれるところが、このチークの質感の優秀なところが際立っています。近くで見るとこんな感じで、しっかり発色しているのにムラなく均一に馴染んでいますよね。肌なじみの良さと発色の良さ、そして質感のバランスがものすごくいいアイテムだなと思っています。続いてはリップです。こちら、イヴ・サンローラン・ボーテラブヌードリップスティックナンバー01アンドレスドピンクです。上半期はゲランやディオールなどリップも話題のアイテムがたくさん登場して、どれもものすごく可愛かったので選ぶのに悩みましたが、私はサンローランのふわじゅわ質感が特にお気に入りになりました。比較的マット仕上がりに近いイメージですが、マットよりもパサつき感がなく、じわっと柔らかなイメージも保ってくれて、すごく今っぽい質感に仕上がるリップだなと思っています。そしてこのリップは質感だけでなく、塗り心地もふわじわ質感で、軽やかなのにきちんと保湿力も感じられるところがとても使いやすいです。唇の上に乗せるとこんな感じです。柔らかくて可愛らしさもあって、今っぽいのにきちんと上品さも保ってくれるサンローランらしいアイテムだなと思います。1番のアンドレストピンクは自然に透明感をプラスしたい時にも使いやすいです。それでは最後のアイテムです。こちら、ディオールのディオールバックステージエアフラッシュミストです。上半期の最後に各ブランドから優秀なフィックスミストがたくさん登場して、それぞれ検証動画もアップしましたが、どれも崩れにくさがかなりパワーアップしているなと思いました。その中でも特に崩れにくさはもちろん、肌表面のサラサラ感を保ちつつ、毛穴や凹凸も自然に補正してくれるアディクションと、汗や皮脂はもちろん湿気にも強いディオールがかなりお気に入りですが、しっかり肌に水分が届いて潤った感じがするのに、ベースメイクが馴染みすぎてカバー力が薄まってしまうこともなく、どんな時にも使いやすいディオールによく手が伸びたなと思います。こんな感じでかなりミストの力が強く、肌にしっかり水分が届きますが、ミストをかけてから少し時間を置くとこんな感じで、ベースメイクが薄まることなく、綺麗に肌に定着してくれます。ミストの強さとしっかり肌への潤いが与えられる感じと、ベースメイクが薄まらない仕上がりのバランスの良さも個人的なお気に入りポイントです。そして顔を動かすとこんな感じで、
自然なツヤ感もプラスしてくれます。はい、ではこんな感じで2026年上半期マイベストコスメを使ったメイクが完成しました。まずベースメイクは上半期に登場したアイテムの中でも特にお気に入りのクラランスのファンデーションの自然な発光ツヤやハイカバーなのにしっかり滑らかさが残る質感を際立たせるような相性のいいベースとフェイスパウダーで仕上げています。下地はピンク、フェイスパウダーはブルーを使用していますが、喧嘩することなく自然に血色感と透明感をプラスしてくれておすすめな組み合わせです。そしてポイントメイクは普段のマイベストコスメではあまり選ばないような明るく可愛らしい雰囲気のものが特に今季はお気に入りだったんだなと改めて感じました。質感もじゅわっとしていて柔らかいものが特に可愛く感じました。ぜひ皆様の上半期マイベストコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。